皆さんこんにちは。今日もまた大きく動いた銘柄がありましたので、いつもと違うタイミングで動画をお出ししているんですけれども、その大きく動いた銘柄というのは4107の伊勢化学工業。6月19日の終値で 24,550 円ですが、先週末には実に4万円をつけていた銘柄、わずか2営業日でそこから約 40% の下落率、連日値下がり率のトップに君臨する銘柄ですけれども、もともと株価推移6ヶ月でご覧いただきますと、年末年始あたりには四季報オンラインが報じているように、業績の拡大や今期の見通し、大幅な増益増配が発表されるなど、もともとこの時点で株価1万円を下回っていたところから、3月以降特に上昇基調が継続して、一気に4万円まで膨れ上がった銘柄ですね。これがなぜ急に 40% もの下落を記録しているのか。もちろんストップ安が続いているわけですけれども、この業績要因として株価している要因、この2つで今回はお話ししたいと思います。株価推移5営業日でご覧いただきますと、終値ベースでは先週末14日に 39,500 円と、場中には一時4万円超える局面もありましたけれども、足元では 24,550 円。週明けといっても下がり始めたのは18日、2営業日連続のストップ安ですが、このタイミングで何があったか、この動画をご覧いただいている方はおそらくご存知かと思いますが、フィリップ証券というところが伊勢化学に対して新規で投資判断をレポート、それも売り推奨を付与してのスタートとなりました。このフィリップ証券が出したレポート要点は、ペロブスカイト太陽電池への期待が課題、セルで調査開始と、この前半に当たるところが先ほど申し上げた業績に関するポイント、そして後半セルで調査開始というのが証券会社の怪しい背景、不自然な関係性を元にしたして株を取り巻く内容となります。まずは前半ペロブスカイト太陽電池の期待というのがどういったものか、そんなのは他で見飽きたよ、証券会社の怪しい背景を早く見たいよという方は、この前半のチャプター飛ばしていただければと思います。太陽電池と聞くと、おそらく以前よりこのチャンネルご覧いただいている方ですと、A バランスという不審な決算 IR を出し続ける銘柄、頭によぎる方が多いかと思いますが、その話題とは一度切り離していただいて、太陽電池における新技術ペロブスカイト関連株、よく皆さんが目にするようなパネルの黒い太陽電池とは違って非常に軽量で曲げたりすることができる。そんな太陽電池がもし普及すれば、建物の天井に限らず側面や窓といったところに貼ることが可能になるわけですね。再生可能エネルギーにおける次世代の有望技術として話題になっているようですけれども、世界市場規模が2035年には1兆円に達すると、あくまで予想がされている。早期の実現化に向けた期待が高まっているという段階です。このペロブスカイト太陽電池に必要な材料の一つとして要素、これを一手に手掛けているのが伊勢化学工業。今回のテーマとしている銘柄です。そもそも要素の生産に関しては日本が世界で2位ということなので、輸入に頼らずに自国で生産できる要素を用いて太陽電池ができれば非常に魅力的な分野になるわけです。その中でも伊勢化学工業は要素の生産量シェア国内で 45%、世界でも 15% を誇っている銘柄ということで株価急拡大したわけです。その他に要素を手掛けている銘柄となると K&O エナジー、こちらは国内シェアが 15%、世界で 5% となっている。そして伊勢化学工業よりも割安な銘柄となっています。ただこの期待が膨らんでいる新技術に対してフィリップ証券はレポートで期待が膨らみすぎだ。そもそも要素の需要というのは太陽電池のうちの 3% に過ぎないと。伊勢化学工業の株価の上がり方は業績拡大のペースに見合っていないというふうに論じているわけですね。ただ実際に新技術として太陽光発電が新たな方法でできる建物の天井、日の当たる広い土地に限らず様々な場所に発電設備を設置できるのであれば、現時点足元で要素の需要というのが 3% に過ぎないとしても、先ほど申し上げたような10年後の市場規模というのが非常に大きくなれば、それは業績にプラスに作用するわけです。ですので、この 3% に過ぎないというワードで株価に対して
どれくらいインパクトが出るかというのは推し量れないですけれども、一応レポートが出たということで、関連の銘柄に関しては大幅に株価が調整される、逃げる人が多くなったというわけです。そもそもですね、このフィリップ証券が伊勢化学工業に対して売り推奨を出すまでは、この銘柄そんなに時価総額も大きくない、足元で1200億円程度、株価が上がる前の1万円の水準ですと、それの半分以下500億円程度ということなので、あまり証券会社がレポートであったり推奨を出すような銘柄ではなかったため、どこの証券会社もカバーしていなかった銘柄だったわけですね。それが不自然にこのタイミングで出てくるということなので、ここで裏側を少し探ってみたらとんでもない背後関係が出てきたわけです。ですので、今後伊勢化学の株がどのように動いてくるか考えるときに、この今前半でご紹介した新技術に対する期待、実現化というのが、一応は経産省が予算案に548億円を計上するといったような国策銘柄の一つではありますので、こことして株持て遊ぶような証券会社とその背後の運用機関との勝負になってくる。そんな観点で投資判断を行っていきたい銘柄となります。さて、どこの証券会社もカバーしていないような伊勢化学に対して唐突にレポートを出してきた今回のフィリップ証券。名前からして外資系の銘柄みたいですけれども、もちろんこちら日本法人のフィリップ証券に対してグループ親会社にはフィリップキャピタルというシンガポールの会社があります。この一員としてフィリップ証券の日本法人が今回評価を出してきたわけですけれども、ここでこのフィリップ証券の日本の社長ご覧いただきます。こちらの方、非常に爽やかな笑顔をされている長堀さんという方ですけれども、この社長の経歴ご覧いただきますと、東京大学卒業で野村証券に入社と書いてあります。1999年に野村証券で、2017年のモルガンスタンレー MUFG 証券と書いてあるところまで、約20年弱トレーディング業務を主に担当されてきた。そして2021年より現職となっています。つまりキャリアの長い部分を野村証券で過ごしてきた方ということで、その後フィリップ証券の社長に転身されたという方ですね。さて、ここで野村グループの中にある運用会社野村アセットマネジメントの海外法人シンガポールを拠点とする野村アセットマネジメントシンガポールリミテッドという海外拠点。このシンガポールに拠点を持つ者同士横のつながりがあるのかどうかというのは定かではありませんけれども、この野村アセットマネジメントシンガポールリミテッドは後ほどこの伊勢化学工業という銘柄に対して非常に重要なポジションを持つ機関投資家です。この野村アセットマネジメントのシンガポール拠点からフィリップキャピタルを通して日本のフィリップ証券に伊勢化学工業のレポートを出してくれと、そのような指示直接的に行えるのかどうか、元野村証券出身のこのフィリップ証券社長、過去の関係性をもとにそのようなお願い、依頼があってもおかしくはない。ではなぜそのようなお願いをすると、この野村アセットマネジメントシンガポール法人の利益につながるのか。それは伊勢化学工業の大株主の情報をご覧いただきますとわかるわけです。保有株数の絶対値が大きい大株主、空売りをしているマイナスサイドは大株主と言っていいのかわかりませんけれども、数字の大きい機関投資家を上から順番に10番並べますと、一番上 AGC52% の保有率で実質親会社ですね。そこから三菱商事、万富と並んで、4番目に野村アセットのシンガポール法人が入ります。これがマイナス67,100株と空売りのポジションになっていますね。そしてもう一つ下5番目にはモルガンスタンレーですけれども、直近の増減ご覧いただきますと、野村アセットシンガポールの方はマイナス5100とさらに空売りを積み上げてきている。一方でモルガンスタンレーはプラスの4800で解消の方に向いている。つまりご覧のリストの中で伊勢化学工業の株価がどんどんと膨れ上がると、一番困るのは野村アセットのシンガポール法人になっているわけですね。そして先ほどこの銘柄に対してレーティングをつけたフィリップ証券の売り推奨目標株価は 14,500 円と書いてあります。もともと4万円のところでしたので、かなり低いところに唐突にこの銘柄をカバーしてきたと、非常に浮いている行動なわけですね。そもそも証券会社のレポート推奨というのはあまり上がらなさそうな銘柄に対しては売りと
つけるのではなく中立とつける傾向があります。やはり証券会社も各企業と商取引ありますので、そう軽々しく売り推奨というのは出しづらいわけです。今回の場合、伊勢化学工業そこまで大きな銘柄ではありませんので、普段カバーしているような大型株に対する売り推奨を出すよりはハードル低いかもしれませんが、それでも従来カバーしてこなかった銘柄に対して新規でつける、それを売りと4万円が14,500円というのは不自然に過ぎます。ということで、先ほど大株主リストのところでご覧いただいた野村アセットマネジメントシンガポール法人の空売り情報というのを IR バンクというサイトからご覧いただきますと、下の方にですね、具体的な銘柄が時系列に並んでいて、直近のところからいくつかの銘柄空売りしているわけですが、そこを遡っていくと、5月28日4107の伊勢化学工業ですね。プラス5100株と空売りの株数を増やしている。先ほどの大株主リストでご覧いただいた時には空売りのサイドはマイナスと出ていましたので、情報としては一致しているわけですね。この銘柄株価ずっとほぼ右肩上がりに上がってきていますので、5月28日に売り立てを行った5100株ですら大きなマイナスがおそらく先週末の段階では出ていたはず。それより前に構築した62,000株、それはどのタイミングなのかというのはさらにどんどん遡っていくと出てくるわけですが、それを一覧でご覧いただきますと、こちら一番最初2月19日に27,100株の空売りから始まります。一番左の列が伊勢化学の終値、空売りを行った株数とそれまで積み上げてきた累計のポジション、そして一番右側の列が該当の日に行った空売りの投資金額、つまりその日の終値と空売り増加株数をかけた金額となります。そうするとですね、2月の下旬から3月一度入って4月5月とかなり頻繁になってきます。おそらく伊勢化学のチャート先ほどご覧いただきましたが、3月以降ですね、右肩上がりのペースがかなり加速していましたので、どんどんとこの随時構築してきたポジション、すべてが大きなマイナスにつながってきているわけです。そしてですね、一番右側の空売りの投資金額をすべて合計して、今持っているポジション67,100株、これで割ることによって、野村アセットマネジメントシンガポール法人が今、伊勢化学の空売りポジションで持っている平均の単価が出てくるわけです。それを計算すると、こちら、15,222 円となりました。さて、今回フィリップ証券が目標株価として出してきた数字というのは、14,500 円と、大体の場合、証券会社の目標株価にまで実際の株価が行くかどうかというのは、半々ぐらいの確率かと思いますけれども、それも上の方向に、買い推奨の銘柄の場合の感覚ですので、この売りの方向で出している目標株価、ここまで到達できるかどうかはわかりませんが、もしですね、14,500 円までいったら、きっちりとこの野村アセットのシンガポール法人が立てている伊勢化学の空売りポジション、その平均単価 15,200 円程度を下回ってくる。となるとポジションとしてはプラマイゼロになってくるわけです。この 15,222 円は全部終値ベースで掛け算していますので、実際には多少のブレがあるかと思いますが、水準感としてはだいたい 15,000 円ぐらいで空売りのポジションを持ってしまっていると、その合計金額約10億円ということですね。ですので先ほどお示しした野村証券やフィリップキャピタルとの関係性が裏で繋がっているのかどうかわかりませんが、結構状況証拠としては不自然だなと。そしてこの 15,000 円弱の平均単価に対して 14,500 円とバッファーを設けているのは、さすがにですね、ここまで損が膨らんでいる空売りポジションを大きく下がったタイミングで多少損切りしていく、リスク管理としてですね、フィリップ証券がレートを出してくれたから15,000 円まで下がってくるのをずっと指加えて待っとこうと、おそらく思わないでしょうから、ある程度バッファーを設けて下げ幅を誘発している。そんな風に見受けられるわけです。ですので、足元 24,000 円程度ですが、この空売り機関投資家証券会社との水準感勝負になると、急に大幅に下がってくる銘柄だと買いたくなりますが、もう少し水準感の切り下げ方向には注意をした方がいいのかなというところです。とはいえ、フィリップ証券のレポート、要素の需要が 3% に過ぎないみたいな書き方していましたけれども、まさかですね、証券会社の人間が株価の形成する要因として将来の収益性拡大、これを織り込んだ足元の株価水準というのを知らないわけがないですので、
あえてですね、そういう書き方をしているんではないかと。ですので、前半でご紹介した伊勢化学の業績拡大というのが、この彼ら裏側にいる空売りの機関投資家証券会社の売り方向への圧力に勝てるような業績成長率が出せるんであれば、この水準感まではいかずとも切り返してくるかもしれない。そういった考え方をしているところです。ということで今回も大きく動いた銘柄、伊勢化学工業の背景を調べると意外な事実が出てきましたのでご紹介いたしましたが、当チャンネルですね、レーザーテックから続き、花王、そして今回の伊勢化学と、おそらくこの2週間でこのチャンネルを見つけていただいてご覧いただいている方いらっしゃるかと思いますが、本来はですね、この株式投資の闇を暴くようなチャンネルではなくて、いろんな銘柄分析であったり、相場環境をご紹介している、そちらを本質的な話題としているチャンネルですので、よろしければこれよりも前の動画をご参考にご覧いただいて、もし面白いなと思っていただけたら高評価、チャンネル登録していただけますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。